ここは、ガタピヒ横丁。ほどけたものや、忘れかけたものが、そっと縫い直されていく。そんな不思議な通りだ。今日は、この横丁の、仕立て屋の話をしよう。軒先には、おあつらえ、仕立て、修理の文字。読めるか読めないかのその文字が、この店の時間の長さを静かに物語っていた。曇ったガラスの向こうに、いくつかの飛び層が並んでいた。どれも無言で、誰かの服を着たまま立っている。扉を開けると、店の中には誰もいなかった。棚にはいろいろな衣類が並んでいる。くたびれたシャツ。色の抜けたワンピース。小さな子供服に、少し古びたスーツ。どれも使い古されていて、ところどころに丁寧に縫い直された跡がある。新しいものは一つもない。けれど、そのどれもが、誰かの暮らしの時間を静かに抱えているようだった。その中で、一枚だけ、ほつれたままの割烹着があった。まだ直されていない糸が、小さく揺れている。わしは、なぜかそれに手を伸ばした。触れた瞬間、景色がふっと切り替わった。そこはどこか懐かしいお茶の間。玉のれん越しに台所の様子がぼんやりと見える。湯気の立つ鍋。木の板に差し込む柔らかい光。割烹着を着た背中が忙しそうに動いている。呼んでも振り向かないまま、声だけが返ってくる。後でね。その声は優しくて、そして少しだけ遠かった。あの頃はそれが当たり前で、当たり前すぎて、何も考えようともしなかった。気がつくと、わしはまた店の中に立っていた。手の中には、さっきの割烹着。ほつれた糸だけが静かに揺れている。あの背中は、ただ忙しかったんじゃない。誰かのためにずっと動き続けていたんだと。ようやくわかった。ふと見ると、ほつれていた糸がいつの間にかきれいに縫い直されていた。誰が直したのかはわからない。けれど、その縫い目はどこか優しくて、あの頃の手のぬくもりに少し似ていた。わしはそっと割烹着を元の場所に戻した。扉の向こうで、コトン、と、包丁がまな板に当たる音がした気がした。振り向かなかった背中にじっと支えられていた。わしは小さく息を吸って、誰にも聞こえない声でつぶやいた。ありがとう。